はい、内山光一のザ・ゴッドチャンネルです。はい。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この T シャツ何日着とくんだっていう感じですけどね、一晩です。はい。確かに。もう何回も何回もね、この T シャツ着てね、動画に出ると思いますけど、何日かかりで出るか分かりませんけども。衣装を変えなくちゃね。毎回。私も一緒なんですけどね。そうですね。はい、それでは合唱お願いします。どなたか来ておられますので、お話を聞いてみたいと思います。はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは、今、私のところに来られた方、おいでいただきましてありがとうございます。向こうのエレナさんの方にお入りいただきますようお願いいたします。ありがとうございます。だいぶまだ残っております。よけたら、エレナさんにお入りください。お願いします。うん。はい、おいでいただきましてありがとうございます。はい。はい、お名前を教えていただいてよろしいでしょうか。2回です。二階様おいでいただきまして本当にありがとうございます。うん。はい、守護霊さんでよろしいですか。まあ、そうですね。うん。うん。そういうこ総とです。裁選、総裁選、もう大変だと思いますけども、お言葉いただければと思います。よろしくお願いします。うん。私はね、うん、うん、うん、まあ、この自民党をね、うん、なんとか改革をして、新しい自民党にしたいとうん、いう思いでね、えーまあ、出馬を決意したとうん、いうことです。うん、まあ、今、国民にとって必要な政治をやっていかなくちゃならない、この大事な時だというふうに思っているので、うん、多くの人が応援してくれているのでね、やはりそれには応えていかなくちゃならんだろうという気持ちで、やってます。うん。政治というのはね、いろいろと、難しい面もあるし、めんどくさいこともいっぱいあるし、い表に出して言えないようなね、苦労もありますよ、そりゃ。はい。どんなことだってある。うん、うん。しかしそれもね、飲み込んでやっていかなくちゃならないんだ。本当に大変だし、難しいことはあるなというのはもう重々分かっているんだけれども、やはりね、まだ命がある間はね、うん、この日本を立て直していくために、まずは自民党を改革して、国民の信頼を得られるような、うん、政党にしていかなくちゃならんだろうという、責任感ですね。はい。そういうもので、立候補をしました。うん、うん。なのでね、はい。地方において、私のことをどのくらいね、理解していただけてるかはちょっとわからんのだが、そちらの方もよろしく頼みます。うん。はい。この改革っていうのは非常に難しいところがあるかと思います。うん。やはり外圧っていうところが、今非常に以前から比べて荒っぽくなってきてるんじゃないかなと思うんですね。うん。これに対して、手腕のしどころだと思いますけども、
どのように考えておられますか、教えていただければ助かります。お願いします。それはもう丁寧に国民には説明をするべきだし、理解を得られるようにね、やっていかなくちゃならんだろうと。一方的にね、トップダウンで下ろしていくようなやり方をやっちゃならんだろうし、これからはね、今までになかった自民党というのをね、作っていかないといけない時だと思ってますから、それをできるだけね、着実に進めていきたいと思ってます。例えば、WHO で決まったことなんで、それはこれからまた進めていかれるんですか？それともやめられるんですか？それもね、もう一度審議をしてね、世界の流れも変わるだろうからね、そういうところも鑑みながら答えを出していきたいですね。一方で世界は今反対ですね。これだかをら、それは今岸田さんがやっとることでしょ。はい。様子を見ながらね、私はまだ決定だと言っとらんのだから、私がやるとするならばね、またもう一度その時に、考えるべき時に考えますとことですね。そうか、それに対してやっぱり、軽々しくは言えないってことですね。もちろんね、今までの流れがあるわけだから、ありますよね。的にそれをね、切り替えるということは、できないけれども、そのままを踏襲していこうということも思っていないし、それこそ、自民党をね、改革しようとするわけだから、どこかで切り替えていかなくちゃならんだろうと。そうですね。これが本当かどうか分かりませんけど、この WHO の進めてることは、日本だけと日本が狙われてるっていうことが非常に多くの方から発信されてるわけなんですけども、科学者、医者あたりもそれを発信して、逆に海外からも日本を心配するところが出てるという、本当に多くの方たちが発信しておられます。これが国民にだんだんと今広がっているところで、これが非常にやはり大きな問題になってくるかと思いますけども、これについては、考えるべき時に考えられると言われますけども、もし国民の命にものすごく影響力を及ぼすとすれば、大変なことになるんですよね。ここについて、できればもう一言何か教えていただけませんでしょうか？いや、だからね、これをね、しっかりと検証した上でね、判断をしなきゃならんと言ってるんですよ。わかりました。意味がわかりました。ありがとうございます。はい。それから、中国とか北朝鮮のこの核による攻撃っていうの、非常にこれもやっぱり日本の国民の命ってことがかかるんですけども、これについてどのようにされるのか教えていただければ助かります。あの国はね、話し合いのできる国だとは私は思ってなくてね。はい。しかしね、さりとて、やはり隣の国であるから、無視するわけにはいかないと。ですね。我が国としてできる最大限のね、ことを、行っていこうというふうに思いますね。そうですね。経済的にもね、結構つながりが深いですからね。難しいとこですね。難しいところだけれども、日本の国民のね、命までね、危険にさらすわけにはいかないと。はい。そうですね。それはもちろん、守らねばならんということはね、言えるわけで。それについてもしっかりとね、考えてやっていきますよ。はい、わかりました。ありがとうございます。おいでいただきまして本当にありがとうございます。そして、二階幹事長様の考え方がね、はっきりわかりまして、本当にありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。はい、どうも。はい、どうもありがとうございました。はい。
やはり政治家って言葉が難しいんですね。難しいと思います。しっかりと考えてやっていきますよっていうことでね。そうですね。うん、簡単には言えないんでしょですね。右もね。左も言えませんよね。うん。でも腹は決まってるんですよね、どっちかって。多分ね。それは見せてくれませんね。うん。うん。まあ、うん。そうですね。これ以上私たちは深く入りと面白いかもしれませんけども、それはしません。ね、そうです。ね、本体のね、魂の本心を聞けば、また違うように出てくるかもしれませんけども、中には意外とね、素晴らしい人もおられるだろうし、そうじゃない方もおられるだろうし、はい。ただ、地上にいるものは地上にいるものでして、やはり判断しなきゃいけないかなと思ってますね。はい、それでは今日は2回、幹事長かな。そうですね。幹事長ですね、でした。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。すいません、2階幹事長の守護霊さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。高明です。はい。はい。お父さんの守護霊さんになりますかね。そうです。あ、そうですか。はい。はい。高明さんの時代にはい。持ち越した問題。持ち越した問題。それを引き継いでると思うんですね、問題集が。ああ、はい、はい。はいはい。ですから、高明さんの時のちょっとそういったエピソードなんか教えていただけませんか？はい。木々の生い茂った深い山でした。ちょっと無理をして登ったと思うんですね。足を滑らして落ちたんです。落ちました。はい。足の骨を折りました。上がれなくなってしまって、それっきり。そこで亡くなられたんですか？そうでした。多分そうです。私の記憶はもうそこで、途絶えてますね。だから今の痛み、足の痛みはそこの骨の骨折のところですか？多分そうでなかろうかと思いますね。なるほどね。はい。